はい、皆さん、こんにちは。ウェブ解析入門その3ですね。次にはですね、先ほどお話ししたですね、前回その2でお話しした通り、あの、ウェブのですね、成功パターンとして何か事例を真似た場合ですね、企業が成功するかというと、実は失敗してしまうケースの方が多いんですね。なぜそうなってしまうのかという話を今からしていきます。はい、私、ウェブ解析協会代表理事の江尻俊明と申します。なぜウェブマーケティングの事例を真似たら失敗するのかということを今日お話したいんですが、要はですね、いろんなですね、ウェブのですね、マーケティングで成功事例がたくさんあるんですね。じゃあこれですね、そのままやるとですね、うまくいくかというといかないわけです。なぜなら、この、成功というものはですね、あの、その会社がその時期に、その顧客で実現したことだから成功してるんですね。ウェブ解析をしてて思うことは、このウェブのマーケティングにおいてですね、2匹目の土壌はいないなということをいつも感じるんです。皆さん、検索とかソーシャルメディアとかを使っていろいろと商品を選んだりすると思います。サービスを選ぶこともあると思います。皆さんの中でですね、2番目に良い製品を選ぶ理由ってありますでしょうか？あるいは2番目に安いところで買う理由。これ多分ないはずなんですよ。皆さんそれぞれ一番自分にとっていい商品、自分にとっていいサービス、自分にとって最も安い商品、こういうものを選ぶはずなんですね。なので、どっかの企業が成功したことを同じように真似ても、所詮2番手なんですね。2番手に対して、ウェブの業界は非常にシビアで、価値がゼロなんですね。なので、皆さんがこのウェブを使って何かしていこうというときに、どこかの真似をしたらうまくいくという考えはまず捨てなきゃいけないということです。だから、この、えーどうしてこの企業が成功したのかというときに、その企業がやったやり方を真似るということをやるとですね、結局同じマーケット、同じ価格帯、同じターゲットで勝負するようになるわけですね。あの、なので、ここでですね、大事なことは、どうしてこの企業は成功パターンを見つけられたのかと。この自分で成功する方法を見つける能力、この方がずっと大事なんですね。このウェブマーケティングやウェブをしていく上でですね、その企業が成功するパターンを見つける方法、これが最も大事で、そのためにこのウェブ解析というものはとても大事なヒントになるということです。ちょっと例を出しましょうか。これはとある自治体です。神戸市役所のですね、これはホームページですね。当時とても斬新なデザインということですごく注目されました。なぜなら、皆さん市役所とかこういう自治体のサイトってリンクがものすごいたくさんあることが多いと思うんです。でも、この神戸市役所のサイトはですね、シンプルにこの検索窓しかなくてですね、最新情報を右側にこのニュースとして挙げたわけですね。これは、非常に注目されたわけです。その後でできた長岡市のサイトですね。背景こそですね、長岡市特有の、風景になってはいますけれども、レイアウトは非常に似ているということにお気づきになるかと思います。これ長岡市がいろいろ検討した結果、この神戸市のようなデザインになってきたということであれば、これは、いいことなんですけども、神戸市がなぜこのようなデザインにしたかというのは、これは Web 解析がベースです。つまり、ユーザーの行動を見たときに、この検索をするという行動が多かったわけですね。そこで検索の性能を上げた上で、この検索を使うユーザーにとっての利便性を高めると、シンプルにするということを、この Web 解析で自分で考えてきたわけです。でも長岡市はですね、多分これ非常に似ているんですよね。なので、多分これは本当に分析の結果なのか私も定かではないんですけども、要はこのように真似てしまってですね、本当に価値が生まれるかというと、生まれないケースが多いということは覚えておいてください。デザイン、ビジネスモデル、そしてターゲット。こういうものをですね、自分で分析をして考えて、自分で戦略を作る。これがとても大事です。といってもですね、市役所の例では分かりにくいでしょうし、じゃあ自分の事業でどうなのかということをちょっと例として紹介したいんですね。かなり古いお話です。2000年にですね、地域ポータルサイトを作った時の話をします。これは、練馬区のですね、とある不動産会社がですね、このウェブを使ってですね、ビジネスをどんどん展開していこうということに、社長が決断したわけですね。そこで彼がやったことは、この練馬においてですね、様々な物件が探せる地域ポータルサイトを作りました。つまり、この、ウェブサイトに来ると、
このアパートの賃貸や売買、戸建て一軒家のですね、賃貸売買、店舗、事務所の賃貸売買、土地の賃貸売買、あらゆる物件に関して、不動産に関して、練馬区に関して探せますよというようなサービスをしたわけです。ただですね、残念ながらこの地域ポータルサイト、練馬に特化したのですけれども、ほとんど問い合わせがなかったんですね。当時、Google ができる前ですからね、なかなかこの不動産をネットで選ぶという時代じゃなかったかもしれませんが、そこでこの社長は、このアクセス解析、ウェブ解析を使って、ある方法を取ります。その結果ですね、現在、この会社、ウェブからの売上が98%を超えています。ほとんどのお客様がウェブからまずお問い合わせが来るという状態に変わりました。皆さんがこの地域ポータルサイトを作った小さな不動産会社の社長だった場合ですね、実際お話忘れましたけど、従業員2、3名の小さな不動産会社ではあります。でこの会社にとってですね、皆さん社長だったら一体どんな方法をとって売り上げを伸ばすでしょうか。ちょっとヒントを言うと、ちなみに私はこの提案できませんね。私からは、私がこの会社の社長のですね、私がコンサルタントとして仕事をしたとしてもですね、今だとしても僕は多分この提案はできないと思います。じゃあ答えを言いますと、やったことはすごくシンプルです。つまりやめちゃったんです。やめちゃったんですね。はい。つまり、アパート、賃貸、売買がですね、もしアクセスがなければもうやめてしまえと。店舗、全く問い合わせがないと。やめてしまえと。戸建ての売買も全く問い合わせがないからやめてしまえと。土地、土地も売買も賃貸もないと。これも閉鎖ということで、この地域ポータルサイトでアクセスがないところをどんどん閉じていったんですね。そのアクセス解析を見て、ユーザーのニーズがないものを閉じていってしまったわけです。そうすると、地域ポータルサイトなんだけども、戸建て賃貸だけが残っているという不思議なサイトが出来上がったわけです。するとですね、なぜかですね、電話で問い合わせが来始めたんですね。この戸建て賃貸しかないポータルサイトに対してです。それもですね、普段問い合わせが来るのは一般の、個人の方からお電話が来るのに、今度はなぜかですね、大手企業の人事担当者が来るんですね。銀行とか商社とかメーカーとか、こういうところです。もう誰もが知ってる一部上場企業とかから問い合わせが来るわけです。で、彼らが言うには、いや、実は、うちの会社で4月の転勤でですね、3組東京に来るんだけども、なかなか彼らに会う社宅がないと。で、社宅はもう今年で閉鎖となってしまったんで、ちょっと他に物件ないかと。お宅のサイト見たら、戸建て賃貸ばっかりあるじゃないですかと。で、練馬じゃないんだけど、世田谷の方とかで物件ありませんかねと。当時2000年はですね、不況の時代でした。でですね、大手企業が福利厚生をどんどん削減している時代だったんですね。なので、社員寮とか社宅、こういうものをどんどん閉鎖してコストダウンを頑張った、そういう時代だったんですね。その時期にですね、リローケーションというサービスがどんどん普及してきます。リローケーション。これは転勤をするときに、住宅を貸したい、あるいは転勤してくるときに、その、転勤で空いた家を借りたい。こういうサービスをマッチングするサービスで、普通のこの、賃貸の専用の住宅に比べて自分が住むために作ってるんで、クオリティが高いし、しかもこの、業者を介さないから比較的安いなっていうイメージもあったりするわけですね。そこでですね、この、リローケーションというサービスにですね、着目していくわけですね。当時、リローケーションサービスのウェブサイトは、大手企業1社しかなかったんですね。で他にも不動産会社たくさんあります。ただ、不動産会社はですね、それぞれ地域に根ざしたですね、物件の話ばかり載ってるんですね。だから、今回の場合だと人事担当者から見ると、もし転勤者がいたら、もう日本中の、あるいは東京都内中のですね、不動産会社に電話して探さなきゃいけない。こういう状態になったわけです。なので、この大手のですね、このリロケーションサービスに断られちゃうと、あとは自分で探すしかないという状態の時に、このサービスがあって、そこで皆さん問い合わせをしてきてたわけですね。そこで社長はですね、もちろん、このサイトをリニューアルしまして、このリロケーション専門サービスとしてサイトをリニューアルするわけです。そうするとですね、問い合わせが来るのはほとんどがこの企業の人事担当者、あるいは転勤する個人、こういう方からのお問い合わせに対して良い物件をご紹介していく。
また転勤された時にその物件をストックしておく。こういう形でですね、今やリロケーション専門サービスとして、実績も積み重ねられて素晴らしい結果になっています。いかがでしょうか。不動産会社、非常に差別化しにくい業界です。つまり、みんなアパートも戸建ても店舗も土地もあってて、賃貸も売買もあってて、あと、差別化できる要因としては、地域に根ざした他の業者が知らない物件を持っているとか、あるいはネットワークを持っているとか、こういうところで差別化するしかない非常にやりにくいサービス、差別化しにくいサービスです。でも、このようにですね、ユーザーの声に基づいて、事業の内容を変えていくなんてことをすることによって、要は他の企業があまりマーケットとして注目していないけども、実はユーザーが相当数いるというサービスに、フォーカスすることができたわけです。このようにですね、ウェブ解析を通して、その自分の成功パターンを決めるということは、SEO を使うとか、ソーシャルメディアを使うとかではなく、自分なりに自分の会社の戦略を決める。その時にウェブ解析を通して、ユーザーが欲しいもの、ユーザーの必要とされているものを探し出して、そこに事業を特化させていくということがとても大事で、この誰かの猿真似をするのではなく、自分で成功法則を見つける、そのための力をつけること。その一つの大事なヒントが Web 解析ということが言えるわけです。そしてですね、この後皆さんにぜひ分かってほしいことは、一緒にバスに乗ろうという話です。つまり、皆さんですね、目的地があるときに、本当はバスに乗っているような気持ちで事業をやっていかなきゃいけませんし、また Web を活用する上でも、バスに乗るような気分で、バスになるような心持ちで、実際進めなきゃいけないというお話をしていきたいんですが、これはこのビデオの、全体の一番最後の方でお話をしようと思っています。そこでですね、これから3つ、この Web 解析を事業の戦略に使うために必要なことをお話ししていきます。Web 解析を共通言語にしよう。2つ目、Web 解析でユーザーを知ろう。そして最後に、Web 解析でチャレンジをしようという話をしていきます。これからまずは Web 解析を共通言語にしようという話をしていきます。Web 解析、これは一人が勉強するだけでは意味がありません。いろいろな方が勉強することに価値があります。それは Web の担当者とか経営者とかではなく、いろんな方が勉強することに価値があるということです。それはなぜなら、この業界に深刻な問題があるからということもあります。皆さんにはこの Web 業界の不都合な真実というお話をまずしなければいけません。次回の動画でこの不都合な真実をお話したいと思います。皆さんが Web を業者に任せたときにうまくいかない理由というものが構造的に存在します。そこのお話をしていきたいと思います。それでは、その3以上で終わります。感想をシェアしていただけると喜びます。こちら私の本です。またこの動画、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。この本は、縦書きで読みやすいはずなので、よかったらお読みください。また感想、私のメール、Twitter、Facebook の方にポストいただけるととても嬉しいです。ではよろしくお願いします。